こんにちは、ほやです。今回はいつものタイドプールで、ウミウシを探します。撮影は、2月の下旬で、まだまだ寒いので、なるべく水に浸からずに、石をめくりながら探します。それでは早速、始めましょう。ウミウシの探し方は、こんな感じで、石の裏側についてないかを、見ていきます。探した石は、できる限り、元の状態に戻しながら進めます。夏のシーズンのウミウシ探しとは、水に顔をつけているかどうかの違いだけで、やっていることは同じです。おお？なんか見つけました。ウミウシを見つけたら、まずは写真を撮った後、動画を撮ります。自然環境での撮影が難しい場合は、観察ケースに入ってもらって、撮影します。こうして撮影したウミウシが、こちらです。乙女ウミウシです。このタイドプールでは、一番たくさん見つかるウミウシで、寒い時期でも、いつものように見つかりました。大きさは、15ミリくらいなので、乙女ウミウシとしては、普通の大きさです。白い体に、赤い触覚で、紅白のめでたいカラーリングをしています。おお？また乙女ウミウシを見つけました。今度は2匹です。別のカメラで、拡大してみました。どの種類のウミウシも、水から出した石にくっついているときは、だいたいこんな状態になっているので、このしょんぼりした感じを覚えておくと、ウミウシを見つけられる確率は上がると思います。でっかいアメフラシが歩いています。水面上からでも、はっきり見えますね。アメフラシは、春が産卵シーズンなので、相模湾の磯では、この時期から、大きな個体が目立ち始めます。近づいてみました。こうして見ると、なかなかかっこいい模様をしていますね。刺激すると紫色の汁を出すことは有名ですが、紫色の汁に毒があるわけではなく、単純にびっくりさせる効果しかないようです。緑アメフラシを見つけました。相模湾では、アメフラシの仲間を何種類か見ることができ、緑アメフラシは、相模湾で見られる小型のアメフラシの代表の一つです。全体的に緑色っぽい色をしているのと、目玉模様が散りばめられているのが特徴です。緑アメフラシも刺激すると紫色の汁を出すようですが、出しているところを見たことはありません。黒ヘリアメフラシを見つけて、観察ケースに入ってもらいました。緑アメフラシと同じく、相模湾で見られる小型のアメフラシの代表です。その名の通り、体の縁が黒くなっているのが特徴です。この個体は15ミリ程度の大きさですが、50ミリくらいまで大きくなります。なかなか安定しませんね。観察ケースの素材との相性が悪いんやろか。カラーバリエーションが多いことも知られていますが、最近の研究では、色違いのやつは別の種類ではないかとも言われています。将来的には、もっと細かく分類されるかもしれません。ブドウ貝を見つけました。貝殻を背負っていますが、これも、ウミウシの仲間に分類されています。なんでやろな。
春の磯の、ごく浅いところで見かけますが、春以外のシーズンでは見たことがないので、季節性の強いウミウシなんやろな。貝殻を背負ったウミウシは、他にも何種類かいて、かなり綺麗な貝殻を持つ種類もいます。色味のウミウシを見つけたので、観察ケースに入ってもらいました。相模湾の磯なら、だいたいどこにでもたくさんいるので、磯遊びに来た時には、ほぼ毎回見つけています。10ミリくらいの大きさなので、色味のウミウシとしては、少し小さめです。おう？方向転換して、どこに向かうんやろ。撮影の角度を変えてみました。ウミウシの正面顔は、なかなか味わい深くて面白いです。向かって左側の触角が、少しちぎれてしまっていますね。お大事に。相模のウミウシを見つけました。全身ピンク色の、ド派手なウミウシです。大きさは10ミリくらいの個体でしたが、30ミリくらいのやつも、見かけたことがあります。ウミウシの写真を、綺麗に撮るには、触角にピントを合わせるのがコツなのですが、相模のウミウシは、どこに触角があるのかわかりにくいので、綺麗な写真を撮るのに、いつも苦労します。おーっと。流れが強いので、飛ばされないように、気をつけてね。初めて見る、ウミウシを見つけました。大きさは10ミリくらいで、白と黒のグラデーションに、白い点々が散りばめられた模様で、なんとも美しいウミウシです。帰ってから、詳しい人に聞いたり、図鑑で調べたりしたところ、尺状ミノウミウシという、名前のウミウシらしいです。それにしても、渋い色合いで、綺麗なウミウシやなぁ。こういう新しい発見もまた、ウミウシ探しの魅力ですね。アンテアイオリディエイラ、カカオティカという、学名のウミウシです。ミノウミウシとよく似ているのですが、正直なところ、正確に区別するのは、なかなか難しいです。和名は付けられていませんが、相模湾では、普通によく見られるウミウシです。ちなみに、学名は、その種に与えられた、世界共通のただ一つの名前で、ラテン語で表されます。ラテン語だとわかりにくいので、日本語の名前として、和名が付けられていますが、ウミウシの分類は、まだまだ発展途上なので、和名が付けられていない種類も、かなり多く存在します。こちらは、イソギンチャクです。水につけると、全然違うのですが、石をひっくり返して、ウミウシを探している時には、おう、何ウミウシやろか、となることも多いです。イソギンチャクは、それはそれとして、面白い生き物では、あるんですけどね。今回は、このくらいにしておきましょう。実は、この日はまだまだ多くのウミウシを見つけて観察しているので、引き続き、次回の動画でも、紹介していきたいと思います。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。